皆さんこんにちは。持田あかりです。今日はお花のモチーフのバケットハットの編み方をご紹介します。ぷっくりとしたお花モチーフを6枚つなげたバケットハットです。この動画では大人サイズの編み方をご紹介します。お揃いのデザインでキッズサイズ、ベビーサイズもありますので、ご家族でお揃いのアイテムを楽しむことができます。できるだけ丁寧に説明していきますので、ぜひ動画を見ながら一緒に編んでみてください。それではスタート。まずはこの作品で使う編み方です。画面をご確認ください。今回はいろいろな編み方を使いますが、それぞれの編み方は動画の中で説明していますので、編んだことがない編み方があっても安心してチャレンジしてみてください。次に出来上がりサイズです。画面をご確認ください。この動画は大人の女性向けサイズの作り方を説明する動画です。使用した毛糸はパピークイーンアニーです。ピンクを 80g、黄色を 10g、白を 25g 使用します。違う毛糸で編みたい場合は、クイーンアニーと同じぐらいの太さの並太の毛糸を使用してください。この作品はデザインの都合上、目の数や段数を変えてサイズを調整することができません。そのため、太さの違う毛糸で編むと出来上がりのサイズが大きすぎたり小さすぎたりすることがあります。違う毛糸を使う場合は同じぐらいの太さの毛糸を用意してください。必要な道具はかぎ針、ハサミ、とじ針、マーカーです。かぎ針は7号 4mm を使用しました。今回マーカーを50個ほど使用する場面があります。マーカーが足りない分は短く切った毛糸をご用意ください。糸始末をした時に出る短い糸端で OK です。この作品の大まかな編み方を説明します。1、トップを編みます。トップは帽子のてっぺんの部分で丸い円に編みます。2、モチーフを編む。モチーフを6枚編みます。この時、モチーフの角がわからなくならないようにマーカーを使います。3、モチーフをつなげる。モチーフ6枚が輪になるようにつなげます。4、トップとモチーフをつなげる。トップとモチーフを縫い合わせます。5、ブリムを編む。帽子のつば、ブリムを編みます。それでは早速編み始めましょう。トップを編みます。輪の作り目をします。左手の2本の指に2回毛糸を巻きつけます。2回巻いたら一度右手に持ち替えて毛糸玉につながっている糸を左手にかけます。左手の親指と薬指で輪の部分を挟んで持ってください。かぎ針を持ってきて輪の中に針を入れます。かぎ針で押すようにして針に糸をかけて輪の中から引き出します。もう一度針に糸をかけて針にかかっているループから引き抜きます。少し引っ張って引き締めます。これで輪の作り目ができました。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。鎖編みの編み方は針に糸をかけて
ループから引き抜く。これが鎖編みです。もう一度鎖編みを編みます。針に糸をかけてループから引き抜きます。これで立ち上がりの鎖編み2目が編めました。ここから長編みを編んでいきます。長編みを編む場合、一般的には立ち上がりの鎖編みは3回編んで、その鎖3目を最初の1目と数えるのですが、今回は変則的に立ち上がりを鎖編み2目にして、この2目は目の数にカウントせず無視して編んでいきます。それでは長編みを12回編みます。輪の部分がなるべく小さくなるように持っておくと編みやすくなります。長編みの編み方は、針に糸をかけて輪の中に針を入れます。針に糸をかけて輪から引き出します。針に3本糸がかかっている状態になりました。針に糸をかけて3本のうち2本のループから引き抜きます。もう一度針に糸をかけて残った2本のループを引き抜きます。これで長編みが1目編めました。最初の長編みが編めたら、この目にマーカーをつけておきます。マーカーをつけるときは、かぎ針の一番近くにある V 字のように見える部分につけてください。マーカーをつけました。残りあと11回長編みを編みます。針に糸をかけて輪の中に針を入れます。糸をかけて引き出します。糸をかけて3本のうち2本のループを引き抜きます。糸をかけて残った2本も引き抜きます。これで長編みが編めました。全部で12回編んでください。長編みを12回編み終わりました。何目編んだか目の数を数えるときは、長編みのてっぺんにあるこの V 字のように見えるところを数えてください。この V 字1つが1目です。マーカーがついているのが一番最初の1目目なので、ここから数えて12個分あれば OK です。真ん中の輪を引き締めます。針にかかっている糸を少し引き出してかぎ針を抜いておきます。あらかじめ少し目を寄せておくと引き締めやすくなります。目を寄せました。糸端を引っ張ります。糸端を引っ張ると真ん中にある2本の毛糸のうちどちらか1本が小さくなります。真ん中に注目しながらゆっくりと引っ張ってください。真ん中の毛糸のうち片方が小さくなりました。小さくなった方の毛糸を引っ張ります。この時引っ張りが甘いと後で真ん中に穴が開いてしまうので、毛糸が切れない程度にしっかりと引っ張ってください。
十分引っ張ったらもう一度糸端を引っ張ります。この部分もしっかり引き締めておいてください。これで真ん中の輪を引き締めることができました。かぎ針を戻します。かぎ針を戻すときは、糸を引いたときに動く方の毛糸が針の手前に来るようにしておいてください。段の一番最後の目にマーカーをつけておきます。一番最後の目にマーカーをつけました。一番最初に編んだ目に引き抜き編みをします。マーカーがついているのが最初の1目目ですので、マーカーを外してこのマーカーがついているのと同じ場所に針を入れます。こんな風に V 字に見える部分の下に針が通るようにしてください。それでは引き抜き編みを編みます。針に糸をかけたら、今針にかかっているループすべてを引き抜きます。これで引き抜き編みが編めました。1段目が編めました。2段目を編みます。まずは立ち上がりの鎖編みを2回編みます。鎖編み2回編めました。この鎖2目は目の数にはカウントせず無視して編んでいきます。長編み2目編み入れるを12回編みます。長編み2目編み入れるというのは、1つの目に2回長編みを編むという意味です。一番最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところと同じ場所に針を入れて編んでいきます。つまりこの鎖編みの根元の部分に2回長編みを編むということです。では最初の長編み2目編み入れるを編んでいきます。まずは普通に長編みを編みます。針を入れるのは前の段で引き抜き編みをしたところです。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。長編み2目編み入れるなので同じ場所にもう一度長編みを編みます。1つの目に長編みを2回編んで、これで長編み2目編み入れるが1回編めたということになります。同じ要領であと11回編んでいきます。次の目のところに長編みをまずは1回、そして同じ場所に針を入れてもう一度長編みを編みます。これでまた長編み2目編み入れるが1回編めたということになります。全部で12回長編み2目編み入れるを編んでください。一番最後に編むのは前の段でマーカーをつけてある段の終わりの目です。マーカーを外してこの部分にも長編み2目編み入れるを編みます。最後の目を編んだらまたマーカーをつけておいてください。
長編み2目編み入れるを12回編み終わりました。目の数は全部で24目になっています。一番最初に編んだ目に引き抜き編みをします。最初の目についているマーカーを外して引き抜き編みを編みます。これで2段目が編めました。3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み1回、長編み2目編み入れる1回のセットを12回繰り返し編みます。まずは長編みを1回編みます。一番最初の目は前の段で引き抜き編みをしたのと同じところに編みます。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。長編み1回を編んだので次は長編み2目編み入れるです。次の目に長編みを2回編むということです。これで長編み1回、長編み2目編み入れる1回のセットが編めました。これと同じものをあと11回繰り返し編んでいきます。次の目は長編みです。1つの目に1回長編みを編みます。その次は長編み2目編み入れるです。1つの目に2回長編みを編みます。これでまた1セット編めました。全部で12回繰り返し編んでください。マーカーがついているのが段の一番最後の目です。一番最後は長編み2目編み入れるになります。これで長編み1回、長編み2目編み入れる1回のセットを12回繰り返し編めました。一番最後の目にはマーカーをつけておいてください。段の最初の目に引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。4段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み1回、長編み2目編み入れる1回、長編み1回のセットを12回繰り返し編みます。まずは長編み1回を編みます。一番最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところに編んでください。段の最初の目にはマーカーをつけておきます。今長編み1回編んだので次の目は長編み2目編み入れるです。1つの目に2回長編みを編みます。長編み2目編み入れるが編めました。次の目は長編みです。長編み1回編めました。これで長編み1回、長編み2目編み入れる1回、
長編み1回のセットが1回編めました。これと同じものを残り11回編んでいきます。もう1セット編んでみます。まずは長編み、次は長編み2目編み入れる、次は長編み、これでまた1セット編めました。全部で12回繰り返し編んでください。一番最後の目はマーカーがついている目に編みます。最後の目は長編みです。一番最後の目を編んだらマーカーをつけておいてください。段の一番最初の目に引き抜き編みをします。引き抜き編みが編めました。これで4段目が編めました。4段目を編み終わった時の直径はだいたい 9.5 センチ程度です。これと大幅に大きさが違う場合は、かぎ針の太さを変えて編み直すことをお勧めします。これより大きすぎる場合は、かぎ針のサイズを細いものに変えて編み直してみてください。これよりも小さすぎる場合は、かぎ針のサイズを太いものに変えて編み直してみてください。5段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み3回、長編み2目編み入れる1回のセットを12回繰り返し編みます。まずは長編み3回です。一番最初は前の段で引き抜き編みをしたところに編みます。最初の目を編んだらマーカーをつけておいてください。今1回長編みを編んだので、残り2回長編みを編みます。1つの目に1回長編みを編むのを3回編むということです。なので、隣の目に針を入れて長編みを1回、その隣の目に針を入れて長編みを1回、これで長編み3回が編めました。次の目に長編み2目編み入れるです。これで長編み3回、長編み2目編み入れる1回のセットが編めました。これと同じものを残り11回編んでください。もう1セット編んでみます。まず長編み3回です。次の目に長編み、その次の目にも長編み、その次の目も長編みです。これで長編み3回が編めました。次の目に長編み2目編み入れるです。同じ目に2回長編みを編みます。これでもう1セット編めました。全部で12回繰り返し編んでください。
一番最後の目は前の段のマーカーがついている目に編みます。一番最後は長編み2目編み入れるになります。最後の目にマーカーをつけておいてください。段の一番最初の目に引き抜き編みをします。これで5段目が編めました。6段目からの編み方はこの次の画面に出しておきます。8段目まで編んでください。8段目まで編み終わりました。編み終わった時の直径はだいたい 17.5 センチから18センチほどになりました。最後の部分を閉じます。最後は閉じ針を使って閉じていきます。針にかかっている糸を10センチから15センチほど引き出してカットします。糸端を閉じ針に通します。糸を閉じ針に通しました。それでは閉じていきます。まず最初にマーカーがついているこの段の一番最初の目の次の目に針を入れます。この部分です。長編みを編む時と同じように V 字の下を通るように針を入れてください。場所が分かったらマーカーは外して構いません。針を通して糸を引っ張ります。次にこの段の一番最後に編んだ長編みの頭に上から針を入れます。この糸が出ているのと同じところに針を入れます。この部分です。この時に後ろにあるこのループにも針を通しておくのがおすすめです。針を通して糸を引き締めます。こうすると最初と最後が V 字できれいにつながります。余った毛糸は裏面に糸始末します。編み地をひっくり返してどこでも構いませんので通せそうなところに針を通して5センチから10センチぐらい糸を中に入れます。糸を入れたらもう一度編み終わりの部分を確認して形を整えて余った糸をカットします。編み始めに出ている糸端も同じようにとじ針に通して編み地の中に糸始末してください。これでトップのパーツが編めました。モチーフを編みます。まずはモチーフの1段目
お花の真ん中の部分です。輪の作り目をします。左手の2本の指に2回毛糸を巻きつけます。一度右手に持ち替えて、毛糸玉につながっている糸を左手にかけます。輪の部分を挟んで持ってください。かぎ針を持ってきます。輪の中に針を入れて糸をかけて引き出します。もう一度糸をかけてループから引き抜きます。これで輪の作り目ができました。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。1、2、鎖編み2回編めました。ここから中長編みを編んでいきます。一般的には中長編みの立ち上がりは鎖編みを2回編んで、その鎖2目を最初の1目とカウントするのですが、今回は変則的にこの立ち上がり鎖2目はカウントせず無視して編んでいきます。では中長編みを8目編みます。中長編みの編み方は、針に糸をかけて輪の中に針を入れます。糸をかけて輪から引き出します。針に3本糸がかかっている状態になりました。針に糸をかけて針にある3本のループすべてを引き抜きます。これで中長編みが編めました。一番最初の目にマーカーをつけておきます。あと7回中長編みを編んでいきます。針に糸をかけて輪の中に入れます。糸をかけて引き出して糸をかけて3本のループすべてを引き抜きます。これでまた1目編めました。残り6回、全部で8回中長編みを編んでください。8回中長編みを編み終わりました。真ん中の輪を引き締めます。やり方はトップの時と同じです。針にかかっている糸を少し引き出して針を抜いておきます。糸端を少し引っ張って真ん中の輪の小さくなった方の輪を引っ張っていきます。この部分をしっかり引き締めておかないと後で緩んでくるので、糸が切れない程度にしっかり引っ張ります。糸端をもう一度引っ張って真ん中の輪が小さくなるようにします。これで輪を引き締めることができました。かぎ針を戻します。かぎ針を戻すときは糸を引いたとき動く方の糸が手前に来るようにしておきます。一番最初に編んだ目に引き抜き編みをします。マーカーがついているところなので、マーカーがついていたのと同じところに針を入れて引き抜き編みをします。これで1段目が編めました。針にかかっている糸を10センチぐらい引き出してカットしておきます。
2段目、花びらの部分を編んでいきます。まずは毛糸をつないでいきます。1段目の終わりで引き抜き編みをした時、針を入れたのと同じ場所にもう一度かぎ針を入れます。新しい毛糸を持ってきます。花びらの毛糸は糸始末をするために糸端を10センチほど残した状態で使い始めます。編み地と糸端を左手で挟んで持ち、糸をかけて引き出します。これで毛糸がつきました。立ち上がりの鎖編みを4回編みます。一番最初の1回目の鎖編みを編んだら、この段の糸の糸端を右側に渡しておくと緩みにくくなってきれいに仕上がります。残り3回鎖編みを編みます。4回鎖編みが編めました。今回はこの鎖4目を最初の1目とカウントしていきます。同じ場所に長々編みを3回編み、最初の目を含めてパプコン編みにしていきます。長々編みの編み方は、針に2回毛糸を巻きつけます。編み地に針を入れます。先ほど糸をつけたのと同じ場所に針を入れてください。糸をかけて引き出します。針に4本糸がかかった状態になっています。針に糸をかけて針先から2本分のループだけ引き抜きます。ループが3本になりました。糸をかけてまた針先から2本分のループだけ引き抜きます。ループが2本になりました。最後に針に糸をかけて残った2本のループを引き抜きます。これが長々編みです。あと2回同じものを編みます。針に2回糸を巻きつけて、また同じ場所に針を入れます。糸をかけて引き出します。4本ループがかかった状態になりました。糸をかけて2本引き抜く。糸をかけて2本引き抜く。もう一度糸をかけて最後の2本を引き抜く。これでまた長々編みが編めました。あと1回同じものを編んでください。長々編みが3回編めて、この目には最初の立ち上がりの鎖編み4目と長々編み3目、合計で4目編まれた状態になっています。これをパプコン編みにしていきます。まず針にかかっている糸を少し引き出してほどけないようにして針を抜きます。立ち上がりの鎖編み4目目のところに針を入れます。4目目の鎖に針を入れたら、先ほど外したループを針に戻し、糸を引っ張ります。
この時も糸を引いた時、動く方の毛糸が手前に来るようにしておきます。糸を戻したら、今戻したこのループで鎖編みの4目めの目を引き抜きます。引き抜きました。糸をかけて、今針にかかっているループを引き抜きます。これでパプコーン編みが編めました。かぎ針に一番近い V 字の部分がこのパプコーン編みの頭になります。ここにマーカーをつけておきます。鎖編みを3回編みます。ここからは長々編み4目のパプコーン編み、鎖編み3目を7回繰り返し編んでいきます。まずは次の目に長々編み4目のパプコーン編みを編んでいきます。1回、2回、3回、4回、1つの目に4回長々編みが編めました。これをパプコーン編みにしていきます。針にかかっている糸を少し引き出して針を抜き、今度は1目目の長々編みの頭に針を入れます。この部分です。針を入れたらループを針に戻して引き締めます。そして今戻したループで長々編み1目目の頭を引き抜きます。引き抜いたら針に糸をかけて、今針にかかっているループを引き抜きます。ここまでがパプコーン編みです。鎖3目編みます。これをあと6回繰り返し編んでください。パプコーン編みと鎖3目を編み終わりました。花びらが全部で8枚になっていることを確認してください。最後に一番最初に編んだ目に引き抜き編みをします。一番最初に編んだのは花びら1枚目のパプコーン編みのところです。パプコーン編みの頭にマーカーをつけてあるので、ここに針を入れて引き抜き編みをします。これで2段目が編めました。次の段を編みやすくするために、この部分が緩まないように鎖編みを一度編んでから糸を切ります。鎖編みを1回編んで、糸を10センチぐらい引き出してカットします。カットしたら糸端を引っ張って、最後に編んだ鎖編みが小さくなるようにしておきます。
これで2段目が編めました。3段目を編みます。3段目はこの花びらと花びらの間の鎖編みのところを拾って編んでいきます。どこからスタートしても構いません。私はここからスタートしようと思います。この鎖編みの下のスペースの部分に針を入れて3段目に使う毛糸を持ってきます。この時も糸始末できるように10センチぐらい残したところから使ってください。針に糸をかけてこのスペースから糸を持ってきます。立ち上がりの鎖編みを3回編みます。最初の鎖を編んだらこの段の糸端を右側に持っていっておくと緩みにくくなってきれいに仕上がります。残り2回立ち上がりの鎖を編みます。鎖3回編めました。3目めの鎖にマーカーをつけておきます。今回はこの鎖3目を最初の1目とカウントします。では同じ鎖編みのスペースのところに長編みを2回編みます。糸をつけたのと同じスペースに針を入れ長編みを編みます。もう一度編んでこれで2回長編みが編めました。ここからは長編み3回鎖編み2回長編み3回のセットと長編み5回をそれぞれの鎖編みスペースに編んでいきます。次のスペースは長編み3回鎖2回長編み3回です。前の段の糸端が出ているところでは一緒に編みくるんでおくと糸始末をする必要がなくなるので後が楽になります。では長編み3回を編みます。このスペースに針を入れこの時糸端をかぎ針の上に乗せておくと編みくるむことができます。このまま長編みを編んでこうすると糸が編み地の中に入ります。今1回長編みを編めたので残り2回長編みを編みます。長編み3回編めました。鎖を2回編みます。そして長編みを3回編みます。これでこの部分が角になります。次のスペースは長編み5回です。長編み5回編めました。これと同じように長編み3回鎖2回長編み3回と長編み5回を繰り返して編んでいきます。8個目の鎖編みスペースまで編み終わりました。一番最初に毛糸をつないだ1つ目の鎖編みスペースに長編みを2回編みます。
これで最初のスペースにも5目編めたことになります。段の一番最初の目に引き抜き編みをします。この段は最初の鎖3目を1目と数えているので、マーカーがついている鎖編み3目目に引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。4段目はこのように角の部分に目印のマーカーをつけながら編んでいきます。これはこの後モチーフ同士をつなぐときに角がわからなくなってしまわないように目印にするためにつけます。1枚あたり8個マーカーをつけるのですが、そんなにマーカーを持っていないという場合は、短く切った毛糸をマーカーの代わりにつけておく方法もあります。糸始末などで余った糸端を活用してこんな感じで印をつけていってください。それでは4段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。細編みを6回編みます。一番最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところに編んでください。細編みの編み方は、編み地に針を入れて糸をかけて引き出します。針に糸をかけて2本のループを引き抜きます。これが細編みです。一番最初に編んだ目にマーカーをつけておきます。今1回細編みを編んだので、残り5回細編みを編みます。前の段の長編みの頭全部に細編みを編むということになります。次の目に針を入れて糸をかけて引き出します。糸をかけて2本のループを引き抜きます。同じように全部で6回編みます。細編みを6回編み終わりました。細編みを6回編むと鎖編みのスペースのところに来ます。この鎖編みのスペースには細編みを4回編みます。そしてその4目のうち2回目と3回目に編んだ細編みにマーカーをつけておきます。では4回細編みを編みます。この空間の部分に針を入れて細編みを4回編みます。1、2、3、4、4回細編みを編みました。2回目と3回目の細編みのところにマーカーをつけておきます。マーカーがない場合は一度針を外してかぎ針を使って短い糸端をこの部分に通しておいてください。2目目と3目目にマーカーをつけました。11回細編みを編みます。
前の段の長編みの頭に1回ずつ細編みを編んでいくとちょうど11回細編みが編めます。この次の長編みの頭が細編みで隠れてしまって見えないことがあるので、ここを飛ばさないようによく気をつけて編んでいってください。細編みを11回編み終わりました。前の段の長編みすべてに細編みが編めた状態です。次はまた角のスペースのところです。前の鎖編みのスペースと同じように細編みを4回編んで、2回目と3回目の細編みにマーカーをつけます。細編みを4回編みました。2回目と3回目にマーカーをつけます。2回目と3回目の細編みにマーカーをつけました。この先はこれと同じものを繰り返し編んでいきます。まず細編みを11回編みます。そして角のスペースに細編みを4回編んで、2回目と3回目の細編みのところにマーカーをつけておきます。4箇所目の角まで編み終わりました。4箇所目の角まで編み終わったら、最後に長編みを5回編みます。これで全ての目が編み終わった状態になりました。モチーフを閉じていきます。最後はとじ針で閉じるので、針にかかっている糸を10センチぐらい引き出してカットします。カットした糸をとじ針に通します。とじ針に通しました。最後の部分を閉じていきます。やり方はトップの最後を閉じた時と同じです。まずマーカーがついている最初の目の隣の目に針を入れます。場所が分かったらマーカーは外していただいて構いません。針を通して糸を引き締めます。次に一番最後に編んだ細編みの頭に針を入れます。この糸が出ているのと同じところです。上から針を入れて、その裏側の毛糸まで針を通しておきます。これで最初と最後が V 字で綺麗につながりました。余った毛糸は裏面に糸始末します。適当なところに針を入れて5センチから10センチぐらい毛糸を中に入れてください。糸が入ったらつなぎ目の部分を確認して余った毛糸をカットします。これで最後の部分を閉じることができました。
裏側に出ている糸端も同じ色の編み地のところに糸始末してください。編んでいる途中で編みくるんである糸はもうすでに編み地の中に入っているので糸始末をする必要はありません。そのままカットして大丈夫です。それ以外の中に入っていない糸端はとじ針に通して糸始末をしておいてください。モチーフを6枚編んで糸始末をしてください。モチーフとモチーフを縫い合わせて輪にしていきます。4段目を編む時につけたマーカーのマーカーからマーカーまでをつないでいきます。ここからここまでです。糸を30センチぐらいカットしてとじ針に通しておきます。モチーフの下から上に向かってつないでいきます。まずはこのマーカーがついている目からつないでいきますので、このマーカーを外します。これからつないでいく方に近い方のマーカーだけ外してください。では今マーカーを外したこの目とこの目からつないでいきます。まず左側のモチーフの目に下から針を入れて V 字の半分だけが針にかかるようにします。糸端が10センチぐらい残るところまで糸を引いてください。次に右側のモチーフのマーカーがついていた目に上から針を入れて V 字の片方だけが針にかかるようにします。そして左のモチーフの先ほど針を入れたのと同じ目にもう一度針を入れます。下から針を入れてこちらも V 字の半分だけが針にかかるようにしてください。そして糸を引き締めます。次からも同じ要領で縫っていきます。右のモチーフは上から針を入れます。左のモチーフは下から針を入れます。V 字の片方だけが針にかかるようにして向かい合った目同士を縫い合わせていきます。今回は分かりやすいようにこのようにテーブルに置いて作業していますが、こんな風にモチーフ同士を重ねて持ってこういう風に縫い合わせていっても構いません。やりやすい方法で2枚のモチーフを縫い合わせていってください。下から縫い合わせてきてここまで縫い合わせることができました。最後にマーカーがついている目同士をつなぎます。マーカーを外します。最後の目も同じように右のモチーフは上から左のモチーフは下から針を入れます。これで最後までつなぐことができました。最後に
右のモチーフの今針を通したこの角の目にもう一度針を入れてキュッと引き締めます。これでモチーフとモチーフをつなぐことができました。余った糸を糸始末します。編み地を返して適当なところに針を入れて3センチから5センチぐらい糸始末します。糸始末したらこの部分が突っ張っていないか確認をしてなじませてから余った糸をカットします。編み始めの糸端も同じようにとじ針に通して裏面に糸始末しておいてください。同じ要領で6枚のモチーフをつないで輪の形になるようにします。輪になるように6枚のモチーフをつなげました。トップのパーツとモチーフの部分をつないでいきます。まずはつなぐとき分かりやすくなるようにトップの部分にマーカーをつけていきます。トップに6箇所マーカーをつけます。この部分が立ち上がりの段の始まりの部分なので、この立ち上がり付近の目からマーカーをつけ始めます。厳密に立ち上がりの目でなくてはいけないわけではないので、この辺りの目だったら多少ずれても構いません。最初のマーカーをつけました。最初のマーカーをつけたら16目ずつマーカーをつけていきます。最初のマーカーがついている目を1と数えて、まず16目分カウントします。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。16目数えたら、その次の17目目のところにマーカーをつけてください。次からも同じようにマーカーがついている目を1と数えて16目分カウントし、その次の17目目にマーカーをつけます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。同じ要領で6箇所マーカーをつけてください。6箇所マーカーをつけられました。最後につけたマーカーから最初のマーカーまでの間も16目になっていることを念のため確認しておいてください。それではモチーフとトップをつないでいきます。モチーフの方はマーカーからマーカーまでの間に15目あります。なのでこのマーカーからマーカーまでの目プラスモチーフとモチーフの間の縫い目のところ、ここも1目分拾って合計16目です。そうすると今マーカーをつけたトップのマーカーからマーカーまでの間の16目とぴったり合うので、こことここが目印になるという形です。つなぐときはモチーフ同士をつないだ時と同じ半目巻きかがりでつないでいきます。つなぐ部分のこの長さの2倍ぐらいの長さ、毛糸をカットしてとじ針に通してください。それではつないでいきます。モチーフのこの部分と
トップのこのマーカーからこのマーカーまでをつないでいきます。まずはモチーフのマーカーがついている目とトップのマーカーがついている目からつないでいきます。モチーフの方のマーカーを外してこの目に針を入れます。モチーフ同士をつないだ時と同じように左側のモチーフには下から針を入れて V 字の右側だけが針にかかるようにします。糸端が10センチぐらい残るところまで糸を引いてください。トップのマーカーがついている目に針を入れます。トップの方は V 字の真ん中から針を入れて V 字の左半分だけが針にかかるようにします。モチーフの先ほど針を入れた目にもう一度針を入れます。これで糸を引きます。これで最初の目がつながりました。次からは隣の目の V 字に針を入れてモチーフの方も隣の目の V 字に下から針を入れて V 字の半分ずつが針にかかるようにして縫い合わせていきます。この部分まで縫い合わせてきました。モチーフの方は次の目がマーカーがついている目、トップの方はマーカーまであと2目残った状態になっていると思います。マーカーがついている目と残り2目のうちのこの1目をつなぎます。つなぎました。そしたらトップの方のマーカーまでの残り1目とモチーフの方のモチーフとモチーフの間の縫い目の部分をつなぎます。縫い目の方は特にどこに針を入れるか決まりはないので、どこでも適当な場所に針を入れれば OK です。これでマーカーからマーカーまで16目分つなぐことができました。同じ要領で全ての目をつないでいってください。次はまたトップとモチーフのマーカーがついている目同士をつないでスタートします。一周ぐるっとつないできて最後のマーカーのところまで来ました。モチーフは最後のマーカーが1個残っていて、トップの方はあと2目残っています。この2目はモチーフのマーカーがついている目と縫い目のところとつなぎます。これで全部の目がつながりました。
糸始末をします。まず適当な場所から針を刺して、この糸を裏側に持っていきます。裏側に持っていたら編み地を裏に返します。縫い合わせた部分が突っ張っていないか、少し編み地を引っ張って整えます。整えたら最初の糸と最後の糸を軽く結んでから糸始末します。反対側の糸も同じように糸始末してください。これでトップとモチーフがつながりました。ブリムを編みます。編み始めるときはトップの立ち上がりがあるところをたどったこの部分からスタートするときれいに仕上げることができます。トップの立ち上がりの部分をたどったこの縫い目のところからスタートします。まずこの間の縫い目の部分に針を入れます。どこでも構いませんので、針が入れられそうなところに針を刺してください。針を刺したら糸を持ってきます。糸端を10センチぐらい残したところからスタートしてください。編み地と挟んで持って糸をかけて引き出します。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。まず縫い目の部分にもう一度針を刺して細編みを1回編みます。これが1目目になるので、ここにマーカーをつけておきます。次にマーカーからマーカーの間までモチーフの部分の目を拾っていきます。まずはこのマーカーを外して最初の目を編んでいきます。この時に今まではこのように V 字の下に針を刺していたのですが、ここは V 字の真ん中に針を入れて向こう半目を取って細編みを編んでいきます。刺す場所が違うだけで編み方は普通の細編みと同じです。次の目も V 字の真ん中に針を入れて向こう半目の細編みを編んでいきます。1目につき1回ずつ細編みを編んで次のマーカーの目まで編んでください。モチーフの反対側まで来ました。反対側のマーカーを外してこの目も同じように向こう半目の細編みを編みます。ここまでで細編みが16目になっているはずなので数を確認してください。次からも同じように
まず縫い目の部分に1目編んで、その後マーカーからマーカーまで向こう半目の細編みを編んでいきます。まず縫い目の部分に針を刺して細編みを1回編みます。モチーフのマーカーからマーカーまでの間は V 字の真ん中に針を入れて向こう半目の細編みを編みます。モチーフ1辺は15目なので、縫い目とこのモチーフ1辺で16目になります。反対側まで来たらマーカーを外してこの目にも向こう半目の細編みを編みます。同じ要領で一周ぐるっと編んでください。一番最後に編むのはモチーフの角についているマーカーのところの目になります。最後の目を編んだらこの目にマーカーをつけておきます。最初のマーカーから最後のマーカーまで目の数が96目になっているはずです。念のため目の数を数えて合っているかどうかを確認しておいてください。最初の目に引き抜き編みをします。最初の目についているマーカーを外して引き抜き編みをしてください。これでブリムの1段目が編めました。2段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。トップの時と同様にこの鎖2目は目の数にカウントせず編んでいきます。長編み7回、長編み2目編み入れる1回のセットを12回繰り返し編んでいきます。まずは長編み7回です。最初の目は前の段で引き抜き編みをしたところの目に編んでください。段の一番初めの目にはマーカーをつけておきます。今1回長編みを編んだので残り6回編んでいきます。長編みを7回編みました。次の目に長編み2目編み入れるを編みます。これで長編み7回、長編み2目編み入れる1回のセットが編めました。これと同じものをあと11回、全部で12回編んでください。もう1セット編んでみます。まずは長編みを7回編みます。長編みを7回編んだら次の目には長編み2目編み入れるです。これでまた1セット編めました。全部で12回編んでください。
一番最後に編むのは前の段でマーカーをつけて編る目です。最後の目は長編み2目編み入れるになります。一番最後に編んだ目にマーカーをつけておきます。段の最初の目に引き抜き編みをします。これでブリムの2段目が編めました。3段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。すべての目に長編みを編みます。これは前の段の目1目に対して1回ずつ長編みを編むということです。一番最初は前の段で引き抜き編みをした目に編んでください。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。ここからは1つの目に対して1回ずつ長編みを編んでいきます。段の終わりまでこのように編んでいってください。一番最後はマーカーがついている目に編みます。最後の目も長編みです。最後の目を編んだらまたマーカーをつけておきます。段の一番最初の目に引き抜き編みをします。これで3段目が編めました。4段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。長編み4回、長編み2目編み入れる1回、長編み4回のセットを12回繰り返し編みます。まずは長編みを4回です。一番最初は前の段で引き抜き編みをしたところに編んでください。段の一番最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。今1目長編みを編んだので残り3目編んでいきます。長編みを4回編みました。次の目に長編み2目編み入れるです。長編み2目編み入れるを編みました。最後に長編みを4回編みます。長編み4回編みました。これで長編み4回、長編み2目編み入れる1回、長編み4回のセットが編めました。これをあと11回、全部で12回繰り返し編んでください。もう1セット編んでみます。まずは長編みを4回です。長編み4回編みました。次は長編み2目編み入れるです。長編み2目編み入れるが編めました。
最後に長編みを4回です。長編み4回編みました。これで長編み4回、長編み2目編み入れる1回、長編み4回のセットが編めました。全部で12回繰り返し編んでください。最後の目は前の段のマーカーがついている目に編みます。最後の目は長編みです。最後の目を編んだらマーカーをつけておきます。段の一番最初の目に引き抜き編みをします。これで4段目が編めました。5段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを2回編みます。すべての目に長編みを編みます。最初の目は引き抜き編みをしたところに編みます。最初の目にマーカーをつけて、ここからは1つの目に1回ずつ長編みを編んでください。段の終わりまで1つの目に1回ずつ長編みを編んでいきます。最後の目は前の段のマーカーがついている目に編みます。一番最後も長編みです。最後の目を編んだらマーカーをつけておきます。段の一番最初の目に引き抜き編みをします。これで5段目が編めました。6段目を編みます。立ち上がりの鎖編みを1回編みます。根元のところに細編みを1回編みます。最初の目を編んだらマーカーをつけておきます。2目飛ばして長編み6目編み入れるを編みます。1、2、3、2目飛ばした3目目のところに長編みを6回編むということです。1、2、3、4、5、6、1つの目に長編みを6回編みました。2目飛ばして細編みを1回編みます。1、2、3、2目飛ばして3目目のところに針を入れて細編みを1回編みます。これで1つ模様ができました。これを段の終わりまで繰り返します。まず2目飛ばして3目目のところに長編みを6回編みます。
長編みを6回編みました。次にまた2目飛ばして3目めのところに細編みを1回編みます。また1つ模様が編めました。これを段の終わりまで繰り返して編んでいってください。ぐるっと1周編んできました。最後の部分は長編み6目編み入れるを編んだ後、残り2目余った状態で終わると思います。ここまで編めたら一番最初の目に引き抜き編みをします。これで6段目が編めました。このマーカーはもう使わないので外しておきます。糸始末をします。針にかかっている糸を10センチぐらい引き出してカットします。糸端をとじ針に通します。とじ針に通したらこのまま裏面に糸始末をしていきます。裏面の適当な場所に針を入れて5センチから10センチぐらい糸を入れていきます。余った糸はカットします。ブリムの編み始めの部分にも糸が出ていると思うので、これもとじ針に通して糸始末をしておいてください。糸始末ができたら完成です。お疲れ様でした。最後まで動画を見ていただきありがとうございました。これからも編み物に関する動画をたくさんアップしていく予定ですので、ぜひチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。またねー。